てください。この時期我が家の芝生は午後1時頃には完全に日陰に入ります。こんなひどいのうちだけかと思ってたら、綺麗に芝をキープしてるベイプさんのところとか、パッティンググリーンで有名な元さんのところまで、この季節の住宅街は同じような感じらしいです。これから1年で最も日照が短い冬至に向けて、日差しはもっと傾いて、団地型芝は冬越えの完全休眠に入っていきます。この動画では我が家の庭芝の11月の手入れと新作動画の計画をお知らせします。11月は秋芝から冬芝へと移りゆく季節。まずお話しするのは蓄積エネルギーを温存するための穂の刈り取りのこと、ついでに TM9 がなぜ種で先祖返りしちゃうのかっていうことについてもご説明します。続いてのお話は雑草対策の始まり。春の健やかな芽吹きを迎えるために雑草管理で気をつけていることをお話しします。それから病害など菌の休眠とともに殺菌とか資材投入とかの必要はなくなってきますよっていうお話もします。そしてこのチャンネルにすごいことが2件同時に起こりましたっていう話。1つ目はアルムグリーンでおなじみのアルム農材さんのホームページに東京40マイル YouTube チャンネルのことを詳しく掲載していただきました。もう一つはなんと出光テクノマルシェあなたの芝とイデコンポコンテスト2020、これも11回目を迎える伝統のコンテストですけど、我が家の庭芝が最優秀賞ベスト芝マイスターに輝きました。これはね本当にびっくり。なんでびっくりなのかっていうことも含めて、どういう経緯で応募したのか詳しくご説明します。そして皆さんお騒がせしました。8月末の東京40マイルライブの配信中に皆さんが見てる前で大爆発させちゃったランサー、これから一体どうするのかっていうことや、芝にまつわる新作動画の企画構想についても最後にご説明させていただきます。この動画は以上のラインナップでお話しします。どうか最後までご視聴ください。まず最初のお話は穂刈り。芝はイネ科の植物なんで、この季節穂をつけることがあります。つけないで休眠することもあります。つまり穂が出るか出ないかは芝次第。こまめに芝を観察して穂がつき始めたら早めに刈り取ってしまった方がいいです。高麗芝は分月匍匐系で増殖するように進化した植物です。穂が実ってできる種は特殊な処理をしない限り自然界ではほとんど発芽しません。10月号でご説明した通り、秋の芝は光合成で得た炭水化物を来春の芽吹きのために蓄えているんですけど、穂を放置して実らせてしまうと、その大切なエネルギー源の一部を穂に回してしまいます。私たち人間がありがたくいただいているお米、ご飯はまさに稲が太陽の光から光合成で作った炭水化物そのもの。このことからもお分かりの通り、穂にはエネルギー源がたくさん詰まってるんです。だから穂が実る前に刈り取ってしまった方がエネルギーの温存には役立ちます。そもそも高麗芝の方は景観上あんまり美しくありません。最初は白くて可愛いんですけど、完成しちゃうと黒紫でヴィランズ調になっちゃうんですよ。どちらかといえば不気味な芝になってしまう。ということで実らせるとデメリットしかないんで、気づいたらなるべく早く穂を取ってしまいましょう。放置しちゃいましたよっていう人も、まあそういうもんなんだっていう程度であんまり気にしなくても大丈夫です。ちょっと損したっていうぐらいですね。ただし TM9 を植えてる人は穂から種をこぼさないように気をつけた方がいいです。種からごく稀に生まれてくる芝はほぼ確実に TM9 ではない芝です。せっかくの小管理型芝のメリットが損なわれてしまうリスクがあります。その理由は TM9 がそもそもどういう芝かっていうことを知るとよーくわかります。詳しくお話ししましょう。普通の高麗芝をよーく観察してると、すごく伸びる個体とあんまり伸びない個体が複雑に混ざり合って芝生を形成しているのがわかります。芝って伸び方が均一じゃないんですよ。これは実は人間と全く同じです。同じお父さんとお母さんの組み合わせから生まれた子供でも、お兄さんと弟が全く同じってことは絶対起こらないでしょ。これは生物が種を保存するための仕組み、遺伝子の多様性ってやつです。一つ一つの個体の DNA 配列を変えることで、どんなに変化があっても誰かは必ず生き延び続けて種を絶やさずに進化してくれるという生命の神秘そのものです。自然界にあるあらゆる生命体はこうして絶滅を逃れ、
進化し続けているんです。だから高麗芝の種一つ一つだって全て違う DNA を持ってるんで、伸び方が揃ってないのは当たり前。同じ環境にいても育ち方はそれぞれ違うのが普通なんです。さあ話を TM9 に戻しまして、 TM9 っていう芝はこの性質に着目して密度が濃くて芝丈が低くて色が綺麗な個体だけを選抜して作ったターフなんです。つまり高麗芝のエリートトップ選抜種なんですよ。具体的にトヨタの開発チームさんがどうやって作った芝なのか、公開されている情報をもとに概略をお話しします。まず高麗芝の種5万粒をアルカリ溶液で発芽促進処理して、それを発芽させて伸ばしてみたら、芝丈は 15mm から 90mm までのばらつきが出たそうです。このうち芝丈 30mm 以下の個体500個を選抜して、ポット内で株分けして増殖を繰り返して、その中から成長が早い、つまりは成長が早くて芝丈が低い100系統をさらに絞り込み、その後も同じようにポット内で株分け増殖を繰り返していく中で、この中から成長が早く芝丈が低い10系統にまで絞り込みをしたそうです。この時の系統番号が TM1 から TM10 まで、最終選抜に出場した超エリットの芝10種類です。この10系統の中から最も葉の色が美しい1系統だけを選抜、最終審査を勝ち抜きトップに輝いた最優秀の個体が TM9 っていうことです。人間に例えると何万人もの応募から選ばれた東宝シンデレラ、沢口靖子さんや長澤まさみさんと同じってことです。確か3万人だか4万人の中の1人ですよね。皆さんのお手元に届くトヨタ公認正規品の TM9 は、どこをとっても長澤まさみだけで構成された自然界には存在しない東宝シンデレラしかいない集団だっていうことです。この性質は分月やほふ系で増殖する限り維持されていくんですけど、種だけはどうしてもやばい。自然界種の保存、遺伝子の多様性で TM9 から生まれてくる種は多少の差はあれ TM9 とは違う性質を持った芝です。種がもし発芽しちゃうと、せっかくの選抜エリート集団は均一性が乱れてしまいます。これが TM9 先祖返りのメカニズム。つまり TM9 にとってはごく自然の摂理だってことですよね。人間側が自然界にない優等生均一集団を不自然に作って利用しているのが TM9 っていう芝です。続いてのお話は雑草。僕はもともと雑草には興味なかったんですけど、秘密基地の雑草攻略いろいろ調べてるうちに雑草の世界の面白さに気づきつつあるんです。同じ土地でも季節の住み分け交代っていうのがあって、雑草たちは種類が違う同士互いに養分を引き継ぎ合いながら共存をしていたり、芝生と雑草の競合関係など調べていくと興味深い文献が次から次へと見つかっていきます。やばいんです。僕は凝り性でハマっちゃうんで、なるべくこれ以上雑草に興味持たないように努力してます。雑草専門チャンネルとか新しいの作ってる暇ないですからね。さて、この季節から始まる冬雑草、秋に発芽して越冬して春から夏にかけて種を残して枯れていく種類が中心です。本格的に寒くなっちゃえば発芽で数が増えること自体のペースは少し鈍くなるんで、秋から冬の入り口、この季節にいかに個体数を減らすかも一つの大事なポイントです。芝生の雑草管理ってつまり何なのっていうと、一つは芝生に外から飛んできた雑草の種を根付かせないようにすること、それからもう一つは地中に眠ってる休眠の種を起こさないこと、この2点だと僕は思っています。10月までの芝生管理ですでに対策は打ってあります。まず一つは芝丈による時間稼ぎです。芝丈が長いと外から飛んできた雑草の種が地面に着地するまで少しのハードルがあります。運よく地面に着地して発芽しても芝が日照を妨げてくれるんで、ごく初期の徒長を一時的にですが足踏みさせてくれる効果も期待できます。我が家の経験では芝丈5センチぐらいあれば、これからの季節週1回の雑草点検で十分に冬の雑草に対抗できます。ただしこれには言い訳はなしです。雨が降っても必ず週1回の点検と駆除が必要です。これを雨が降っちゃったからって言って2週間放置しちゃうとどうなるか。雑草は芝丈を超えると途端に力強く成長して根を深く地面に食い込ませ、瞬く間に増殖していきます。週1の点検、若い芽を摘み続けることはとても重要です。
そしてもう一つの対策は、地中に混ざってる雑草の種を覚醒させないこと。仮に覚醒しちゃったとしても、環境休眠から起こさないようにしとくことが大事です。多くの雑草の種の発芽には水と酸素と光が必要です。実は日頃見かけるような雑草は、地表の浅いところでしか発芽できない種類がほとんどなんです。発芽できない深さにいる種は、実は芝生のコアリングとかスパイキングなどエアレーションによってちょうど地中の種の休眠エリアと発芽エリアの境目あたりに空気と光を与えてしまって発芽させてしまうリスクがあるんです。我が家では秋はエアレーションをやらないのはこれが理由です。庭芝の管理でどういう方針を取るかは、その家庭の環境やオーナーが重視するポイント、戦術によって異なると思います。例えば秋はしっかり芝のためにエアレーションをやって充実の時を過ごさせて、土壌処理型の芝生用除草剤で地表を防除層を作ってコーティングする方法もあります。我が家で今年の春一度だけ使った芝キーププラスアルファはこのタイプの芝生用除草剤です。どういう薬かは今年公開した10番の動画、芝生用除草剤で詳しく解説してるんで、そちらをご覧ください。我が家では春になって芝が青くなるまで芝生用除草剤は使わない方針です。だからこの季節は除草剤処理をしません。その理由は、例えばトリアジフラムが主成分の芝キーププラスアルファの場合、一度散布すると約3ヶ月間雑草の新しい根が地面に定着できないように地表の層をブロックしてくれます。しかし冬の休眠期間って意外と短いんで、我が家の場合2月には更新作業を段階的に始めて地面や地表をいじっていきます。この時に芝生用除草剤の成分が残留してると、この成分を地中にかき回してしまうことになるんで、春の芽吹き、芝の初期の生育にあんまり良くないんじゃないかなっていうふうに僕は考えています。でも手で管理するのには限界もあって、点検で見落とした血止め草やカタバミなどしつこいほふ系の雑草が地面を覆っちゃうこともあります。こういうのを見つけたら別の系統の芝生用除草剤、例えば MCPPA 機材の芝キープエースシャワーなど、こういうものでスポット処理することはあります。このタイプの除草剤は早く木から雑草体内に入り込んで生理循環に乗っかって草の根っこまで枯らすタイプの芝生用除草剤です。だからこのタイプを使う場合は雑草をむしってから使うんじゃなくて、雑草の葉や茎が健在な状態のまま上から振りかけます。元気な雑草にまくことで効果が出るタイプなんです。このように芝生用除草剤といっても作用の仕方に種類があって、それぞれのタイプに合った使い方をする必要があります。パッケージ記載の使用法や注意書きをよく読んで効果的に使いましょう。大きく分けると、一つは地面をブロックするタイプの除草剤、このタイプは雑草を取り除いてから使用する薬です。もう一つは雑草の葉や茎から浸透して根まで枯らすタイプの除草剤、こちらは生えてる雑草に使用する薬です。草丈10センチ以下の時に元気に生えてる雑草の葉や茎にかけると、薬剤が雑草の生理循環に乗って作用して根絶してくれる薬です。前者が予防であって後者は対処療法、この違いがあることをよくご理解ください。いずれも除草剤使うときは自分が植えてる芝の種類に適合してるかどうか、それだけじゃなくて芝の状態にも適合するかよーく注意して選択する必要があります。間違って使用すると芝を傷めたり生育が遅れてしまったり、最悪の場合は枯らしてしまうことがあります。使う方はくれぐれもご注意ください。我が家の場合夏場は完全に雑草を撲滅できている状態からの休眠入りなんで、こまめな努力さえ怠らなければ手作業で十分に対処可能です。こうやって手作業で雑草を駆除できることこそ家庭の小さな庭芝ならではの圧倒的なアドバンテージなんだと思います。例えば広大な敷地の芝を管理するゴルフ場とか芝生農家さんではこうはいきません。ある意味やむを得ず除草剤を効果的に使用するという選択が最良になってしまうんでしょう。でも家庭の狭い庭芝なら除草剤を使わずにより良い土壌の状態で春を迎えられる可能性があるっていうことです。特に我が家は年間を通じて日照が悪い庭なんで、春の芽吹きのスタートアップをとても重要視しています。
だからできる限り芝生用除草剤は使用しないことを基軸に剪定を打って手入れをして芝を育てています。さて、こまめに雑草を取り除くにしても強敵の雑草がいます。特にスズメの片びらやメシバは要注意です。種自体の寿命は短くてせいぜい1年ぐらいなんですけど、ごく短期間に花を咲かせてすぐに大量の種を周囲にばらまくんで、穂をつける前に取り除く必要があります。これが芝のふりしてしれっと紛れ込むんで、高麗芝が完全に茶色くなるまではこれらの若い芽を見つけにくいんですよ。花が咲いたり穂をつけてから初めて気づくこともしばしばあります。そもそもスズメの片びらは芝の一種でもあります。自然界の芝、雑草芝です。高麗芝との見分け方は知ってれば簡単です。スズメの片びらやメッシバは根が株で生えてるんで、一つの根元からの分月だけです。花束みたいに根元は一つ、株になって生えてる芝を見つけたらそいつが雑草です。そしてもう一つ注意したいのが、芝生の外、敷地内よく点検して同じく雑草を取り除きます。放置しとくと芝生のすぐ横に種ばらまき装置を配置しているようなもんですから、こまめに点検して極力やっつけておきます。点検してるとドクダミやスギナなど地下系の危険雑草も新芽のうちに見つけることができるんで、効果的な駆除ができます。雑草の管理はとにかく種をばらまく前に雑草を摘み続けるのが一番の防御。敷地内に種を落とさないっていうことを心がけて、庭を見るたびに癖のようにコツコツ雑草取りすることが大事です。今努力することで地表と地中の種が減って、来年の春そして来年の秋の発芽の可能性が抑えられるんで、管理がどんどん楽になっていきます。芝の管理は1年を通して連続しているわけです。今の努力は未来のため、今年の努力は来年の効果、そう思って管理していくと芝も幸せだし、結果としてトラブルの可能性を減らしていけるんで、次第に管理の手間が省力化できます。努力は必ず報われる。続いてのお話は芝生の病害や菌のお話。これからの季節どうなるんでしょうか。芝に悪さをする病害菌をはじめ様々な菌は温度が10度を下回ると活動が鈍化したり殻にこもって休眠するようになります。だからこれからの季節は新たに病害に感染するリスクはぐっと下がります。結局寒いと菌自体の増殖のペースが下がるんで、一つの個体が長く生きてなきゃいけないから、それだけ絶滅のリスクがあるってことですよね。だから殻にこもって休眠をする。すでに芝生が病害に感染してしまっている場合は、感染したまんま休眠して来春温度が上がるまで持ち越してしまうこともあります。いずれにしても休眠して殻にこもっている菌は外敵に対して非常に強いんで、殺菌剤なども効きにくくなったり全く効果がなかったりします。休眠中は病害もほとんど拡大しないことが多いんで、焦らず春先の殺菌プランを今から用意しておきましょう。勉強するには十分な時間があります。僕がこの家に引っ越してきて初めて迎えた春、2018年のシーズンはリゾクトニアと思われるハレハゲ症で、春の芽吹きが大きく遅れてスタートしました。とにかくまだらなスタート。これはまさに越冬した菌が悪さをしたものです。それでも真夏のピーク芝は美しく育ちましたし、それから2年経った今年2020年には同じ芝でコンテスト最優秀賞をもらうこともできました。芝は意外と強いんで、ちゃんと処置してあげれば大丈夫っていう実証が我が家の庭でできましたということです。そのちゃんと対処するっていうのが意外と難しいんですけどね。病害って菌との戦いで、実際その戦ってるとこは目に見えない世界なもんで、症状だけが目視できる状態だから管理は本当厄介ですね。我が家では病害を極力発生させない、発生させても初期段階で食い止めることを念頭に毎日芝生眺めて管理しています。これから冬の2月いっぱいまでようやくこの病害の警戒態勢を解除できるかと思うとちょっとホッとします。そうそう、菌の活動が停滞するってことはバチルス菌など芝に良い菌も休眠していくんで、この季節からバチルス菌次第撒いても大きな効果は期待できないと思います。場合によっては目覚めないでそのまんま休眠。僕が使っているイデコンポガーデン EV の散布適期はパッケージに書いてありますけど10月中旬で終わっています。地中の養分の調整っていう意味ではイデコンポガーデン EV の肥料成分が無意味っていうわけではないんですけど、肝心のバチルス菌が活動できないんで、僕はこの季節からはもったいないんで使いません。春
新芽が揃って青々としだしてから使い始めるのが毎年のルーチン。暖かくなればイデコンポガーデン EV に含まれるバチルス菌はどんどん活動してくれます。はい、ということでイデコンポのお話をしたところで、今年あなたの芝とイデコンポコンテスト2020に応募しましたところ、ありがたいことに最優秀賞を受賞しました。2020年ベスト芝マイスターという称号をいただいたわけでございます。今年で11回目の伝統の芝コンテストなんで、この受賞はとても嬉しい。我が家の芝は3年前こんなひどい状態からのスタートでしたから、いつかは応募できるぐらい美しい芝に改良したいなと思って頑張ってきました。実は去年も応募を考えたんですけど、例年7月が応募締め切りなんで、日照条件が悪い我が家の場合まだピーク芝が完成してないんです。未完成品で応募してもしょうがないからなと思って諦めてました。今年は異常な長梅雨の影響で全国各地の芝の生育が悪いということで、特別に応募期間が1ヶ月間延長され、8月末が応募締め切りになったんで、応募にチャレンジする機会がついにやってきたっていうことなんです。ツイッターでお知らせした通り、今年の芝が最も美しかった日は間違いなくこの8月19日です。我が家の芝の育て方だと、梅雨明け後一度芝を間引きして若返りさせます。今年の間引きの実施は8月6日だったんで、それからおおむね2週間経ったこの日の芝が最も老朽葉が少なくて緑が綺麗な日だったんです。天気も晴れ、期待通りのいい芝の写真が撮れたんですが、応募直前になって気づいちゃったことがあります。脚立を片付けるの忘れたってこと。このコンテストは皆さん手入れが行き届いた綺麗な庭芝の画像で応募されてるんで、背景にドーンと脚立がね転がしてあるんじゃ、これは不利なんじゃないかなって。応募締め切り直前の8月30日に急遽脚立を撤去して撮り直し、この日は間もなく雨が降るという天気で、雨雲がすぐ近くまで迫る中、わずかな晴れ間に撮りました。これが応募画像なんです。応募した後も何度も思い返して、やっぱり8月19日の最も美しい芝の画像で応募すべきだったんじゃないかなと。そもそも芝の品質を競うコンテストなんだから、脚立なんか気にせずに芝優先で選ぶべきだったんじゃないかって考えれば考えるほど後悔してました。心の中ではもう諦めて、よし来年またチャレンジだって割り切ってたんですけど、そんな中10月28日にツイッターで皆さんからおめでとうっていうつぶやきをいただいて、最優秀賞に選んでいただけたことを知りました。2020年の我が家の庭芝がこのように歴史ある賞に名を残していただけたことが大きな励みです。審査員の皆様、応援してくれた皆様に心から感謝します。来年はもっといい芝に育てる決意も生まれてます。ますます工夫しながら頑張りたいと思います。さて、いいことは続くもんで、今は千葉の外房からね、内房に向けて移動中ですけど、今日なんとですね、アルムグリーンの製造元株式会社オキさん、こちらの専務さんとこれから対談することになりました。面白いですね。10月10日の土曜日、僕が愛用しているアルムグリーンの製造元さんからのお声掛けで、アルム農材株式会社オキの専務さんの取材を受けてきました。広島の企業さんなんですけど、千葉県にちょうどお越しで、この機会に対談しましょうっていうことで、この日会場に向かう途中、車から一人つぶやきのライブ配信をしたんですけど、多数の方にご覧いただきありがとうございました。アルム農材さんもご覧いただいてたようで、お目にかかるや否や初めましてというと同時に、ライブ見てたんで取材の手間が一部省けましたよって微笑みながら言われました。面白かった。対談の模様はいずれ少しずつ動画で紹介していこうと思っています。午後1時にお会いして、時間ギリギリの午後4時まで話題は尽きず3時間ぶっ通しで会話が盛り上がり続きました。やっぱりね、自然や植物に向き合ってお仕事している人のお話はとっても深くて、もう面白くてね、感動ばかりでした。その日の取材の内容を反映して、アルム農材さんのホームページお客様の声というコーナーに、東京40マイルの庭芝管理の経緯と YouTube チャンネル開設のきっかけ、アルムグリーンどうやって使ってるかなんていうことをセンスよくまとめて公開してもらいました。まるで僕のチャンネルの紹介ページみたいな内容です。この動画の説明文にリンクを貼っときますんで、
ぜひ一度ご覧ください。来年の春の更新作業では新たにアルムカリウめぐみを土の中に入れて春の芝の生育効果を検証してみようと思っています。お楽しみに。今お話ししたアルムグリーンも、それからコンテストのイデコンポガーデン EV も共通しているのは天然由来の安全性の高い成分で作られている製品だということ。芝が育つ土壌の作用を改善して芝の根を健やかに育てるために僕が愛用している資材です。いずれも使ってすぐ効果が出る資材ではないんですけど、こうして長く使い続けることで我が家みたいな条件の悪い庭でも毎年美しいピーク芝を楽しむことができます。さて最後に新作動画やライブの予定告知をさせていただきます。8月のライブ配信の時に冷却水を大爆発させてしまった競技者のランサー、現在修理部品が我が家に続々と届いています。週末たんびにコツコツと少しずつ直していこうと思ってます。秘密基地からのライブ配信では視聴者の皆さんと双方向の対話を楽しみたいと思っています。このチャンネルのご意見やいろいろなご質問などもお受けしたいと思います。ぜひチャットに遊びに来てください。日陰に最も強い芝、先頭合心グラスの観察もだいぶ進みました。来年のご参考のために役立つ動画をいずれ作りたいと思っています。初の体験で育ててる芝なんで、ちゃんと自分自身が経過を見るまでは軽率に情報発信しちゃいけないなと思ってたんですけど、ようやく分かってきたんで、日陰で芝を諦めてる方には良い報告ができそうです。期待通りの素晴らしい芝であることが分かりました。ハスクバーナ最新ロボット芝刈り機オートモア305についても一通り使用を経験していろいろと気づきを得ることができました。こちらもいずれ良い報告ができると思います。ロボット芝刈り機導入に興味がある方はお楽しみに。想像してたよりもとても良かったです。以上が東京40マイルの我が家の11月に予定している芝生の手入れと新作動画の計画のお話でございました。これからどんどん寒くなります。皆さん風邪には気をつけて。このチャンネルでは我が家の庭芝の育成で得た実体験と知識、成功とハプニングをありのままにお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。旬の動画やライブ、プレミア公開などリアルタイムでご覧いただきたいんで、ベルの通知マークはオンにしていただけたら嬉しいです。動画制作の裏話や最新事情、将来動画になる元ネタなどはこまめに Twitter につぶやきます。興味がある方はそちらもフォローをよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ではまた。このチャンネルでは一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。